藤原でございます。今回は5年以内にビットコインで1億円稼ぐ方法について話していきたいなと思います。僕はね、毎日ね、仮想通貨のチャート分析やってますので、僕のチャンネル登録していて、チャート分析の動画見てる人は、仮想通貨でね、1億円稼ぐってもうそんなに難しくないことだなっていうふうに感じた人も多いと思います。で、僕の視聴者さんも、先日ね、ツイッターでアンケート取ったら 7% の人が仮想通貨で資産1億円持ってるっていうことだったんですね。で、僕のチャンネルがだいたい今、5万人ぐらい登録者いますので、3500人ぐらいはね、少なくとも、送り人になったね、視聴者いるんじゃないかなと思います。今回はね、ビットコインで1億円にする方法は、どれぐらいの BTC が必要なのかっていう話と、じゃあなんでね、それぐらいまでビットコインが価格が上がるかって言われてるかっていう話と、他の、ね、人のね、予想みたいなね、著名な人のビットコインの将来価格の予想みたいなところを紹介していきたいなと思います。で、ビットコイン生まれてもう10年ぐらいになるんですけど、もう価格のね、上昇がすごいですよね。最初はもう本当に、日本でビットコインを、買えるようになった時、日本の取引所でビットコイン買えるようになった時はもう100円ぐらいは推移してたんですけど、僕が初めて仮想通貨買って2016年、ビットコイン7万円の時に買いました。でももう今ね、これ取ってる段階でビットコインが今、700万円をね、いってるってことで、もう、4年で、5年ですね、5年で、100倍になってるってことですね。こんなにすごいスピードで価値が上がる金融商品ってほとんどないと思うんですよね。で、それぐらいビットコインの、上昇は異常なんですよね。で、最近2021年のニュースでいくと、ビットコインが、シルバーの時価総額に、かなり迫ってきて、今にも抜きそうになっているところなんですけど、ここにね、各金融商品の、時価総額があります。1位がゴールド。その後が、株が続いていて、マイクロソフト、アップル、サウジ、アラムコ、アルファベット、グーグル、アマゾン。で、その後に7位にシルバーがあって、8位にビットコインで9位にテスラっていう順番なんですけど、ビットコインはね、すでにもうテスラの時価総額を抜いていて、で、シルバーにもう追いつきそうになってる。もしかしたらもうこれを、見てる人によってはもうすでに抜いてるかもしれないんですけど、名だたるね、企業の時価総額。株の中で一番のマイクロソフトが、2.5、トリリオンですので、それまであと2倍ぐらいしかないですよね。ビットコインの価格が1500万円ぐらいになると、もう1位のマイクロソフトの時価総額も出てしまうと。で、今から10倍ぐらいの価格になると、ゴールドの時価総額になるという感じですね。だから、ビットコインが7000万円ぐらいになると、時価総額6000万ぐらいかな。ビットコインがゴールドの時価総額を抜くってことなんですけど、これがね、起きる可能性がかなり高いんじゃないかっていうふうに言われてます。というのも、今ね、世界中で、インフレが懸念されています。日本にいるとね、賃金上がってないし、物価も大して上がってないのであんまり感じにくいんですけど、世界中ではね、物価がどんどん上がってます。新興国が、どんどん経済発展していて、物の値段が上がってきます。人件費が上がるので物の値段が上がる。で、材料の価格も高騰するってことで、基本的に世界はね、経済は成長していっているので、物の価格はだんだん上がってくるんですよね。で、世界中見てみると、インフレ率が高い、国っていうのがあって、1年で物価が2倍になったような国とかもね、あったりします。で、アメリカで、去年1年間で物価が 6% 上昇するっていうことがあって、ハイパーインフレと言われてね、ものすごい勢いでインフレが起きるんじゃないかっていう懸念がされています。で、インフレが起きると、なんでそれがビットコインに関係あるかっていうと、インフレが起きると、その貨幣の価値が目減りするんですよね。100円で買えてたものが、インフレが起きて極端な例で、物価が全部2倍になりましたってなったら、今まで持ってた100円は50円の価値しかないってことになるわけじゃないですか。ということは、他の金融商品を持った方がいいよねと。円とかドルとかポンドとかね、ユーロとか持つより、他の金融商品を持った方がいいよねと。株もいいよねと。ゴールドもいいよねってなるんですけど、今までそのリスクヘッジとしてね、そのインフレのリスクヘッジとして今までゴールドが買われてきました、歴史的には。ただゴールドって、こういう金塊でね、あったりとか、金箔であったりするんだけど、実際にその持ち運びするのにはものすごく不便じゃないですか。でもビットコインなら、もう電子上の記録で持てると。
いうことがあって、ゴールドよりビットコインの方が持つには合理的なんじゃないかっていうのがあってね、世界中でインフレが進めば進むほど、ビットコインっていうものが注目されつつあるという感じなんですよね。で、多くの、その金融関係の人とか、仮想通貨関連の人が、ビットコインは将来ゴールドの時価総額を超えるだろうと。つまり、ゴールドの価格が今ぐらいであれば、1BTC が6000万円ぐらいになる可能性は高いよねっていう、共通認識があるんですよね。で、さらに、結構そのマニアックな分析を、している人がいて、有名な人がいるんですけど、プラン B さんっていう人がいます。ツイッターでかなり有名な人なんですけど、この人によると、2025年にはビットコインの価格、1BTC の価格が100万ドル超えるっていうね、予想を立ててます。この人はね、ストックトゥフローモデルっていうね、モデルをね、計算して、ビットコインが将来どれぐらいの価格になるかっていうのを計算してるんですよね。それは市場に存在する需要に対して、供給がどれぐらいあるかっていうのを計算すると、例えばゴールドの価格とか、ビットコインの存在価値とか、そういうのを考えると、だいたい2021年の末か2022年ぐらいには 1BTC が20万ドルぐらいになると。2200万円ぐらいになると言っていて、2025年には 1BTC が1億超えてくるということを予想してるんですよね。ということは、これがね、絶対正しいというわけじゃないけど、でもこの人の予想結構、今までのこの、歴史上ね、ビットコインの10年ぐらいの歴史の中ではかなり当たってきたんですよね。だから、この予想っていうのは結構その SNS 上も見られてるし、意識はされやすいと思います。で、実際にじゃあ2025年までに 1BTC が1億円いくっていうことは、1BTC 持てば5年以内に資産1億いくってことなんですよね。だから、まだ仮想通貨始めてない人で何かわからないって迷ってる人いると思うんですけど、アルトコインっていうね、そのビットコイン以外の価格は落ちやすいです。バブルが崩壊するとかなり落ちます。例えば、日本人に人気があったネムっていう仮想通貨なんかは、220円から2円まで落ちました。つまり99% 下落したんですよね。でもビットコインはせいぜい 85% ぐらいの下落にとどまったって感じで考えたら、ビットコインはやっぱり下がり、めちゃくちゃ下げるけど、ボラティリティ大きいので下げるけど、そんな下げ幅も少ないよねって考えたら、ビットコインを 1BTC 以上少なくとも持てば、かなり高い確率で資産1億以上になるんじゃないかなと思います。じゃあ、1BTC、今700万円ぐらいですけど、それをね、なるべく早く買うか。それから仮想通貨バブルが崩壊すれば、またね、300万とか400万とかぐらいに落ちてくる可能性はあるので、それぐらいになったら買うっていうね、いろんな選択肢あると思うんですけど、とりあえず何とかして 1BTC を手に入れると。300万、400万ぐらいだったら、車1台分と考えればね、車1台我慢したらビットコインが買える。それを5年保有すれば、2025年に1億円になる可能性が結構あると。そう考えたら、この5年の皆さんの生き方ね、ちょっと変わるんじゃないかなと。資産が今、数百万とかね、しかない人からすると、資産1億だったら結構生活変わるじゃないですか。働かなきゃいけない人が、働かなくてよくなったりとかね。家買いたいけど買えなかった人が買えるようになったりとか、好きな高級車乗れるようになったりとか、1億あると結構ね、生活やっぱ変わるんで、この機会にね、1BTC をとりあえず持つっていうことをね、考えてみてはいいんじゃないかなと思ってます。で、ちなみに、さっきのプラン B さんの話では、1BTC がね、2025年に1億って話だったんですけど、もっと高い予想をしてる人もいてね、それはちょっといろいろ根拠がある中にね、ちょっと怪しいんだけど、いろんな人がいます。ちなみに例えば、ペイパルのCEO のダン・シュルマンさんは、ビットコインの価格は最終的に1万ドルいきますと。この人も1万ドルですね。で、次の人が、ティム・ドレイパーさんっていうね、アメリカの有名な投資家の人なんですけど、ビットコインがね、まだ5万円だった頃に将来は100万円近くなるとかっていう予想をしてて、見事に的中した人なんですけど、
最近2022年までに2748万円まで価格が上昇すると、言っていると。2022年まで2748万円。これは結構可能性も高いと思うし、プラン B も言ってるし、あると思うんですけど、で、ビットコインの、時価総額は法定通貨全体の時価総額を抜くっていうね、これはね、ちょっとかなり、現実的なのかわかんないですけど、法定通貨の全ての時価総額が今ね、1.1 京円なんですよね。100兆ドルなんですよ。これを上回るって考えると、1BTC の価格は 4.4 億円になるというね、予想になると。これは結構実現したとしても結構先の話かなと思います。で、次の人。次はね、ロジャー・バーっていうね、ビットコイン関連企業の投資家として有名な人なんですけど、この人は、2015年時点で将来的には25万ドルになると。2750万円ぐらいになると発言していたと。で、CNN の番組に出演した際にビットコインの価格は、これから1000倍になるという発言をしていてね、1000倍になると言ってた時点で83万円前後を推移してたので、1BTC が。1000倍っていうことは8億3000万ぐらいになるということで、1億以上の予想を立ててる人もいるんですけど、僕個人としてはとりあえずね、10年、20年先のことはちょっとわからないので、2025年、プラン B の予想に 1BTC が100万ドル、1億1000万を超えるっていうのはね、あり得るんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、いろんな仮想通貨に投資するのはもちろんいいんですけど、とりあえず最低でも 1BTC は持とうよっていうのは僕はすごい思ってますし、僕もそれを言ってきたつもりなんで、ぜひ、1BTC 持つようにしてみてください。株とかやってる人もね、株もいいと思います。米国株とか特にいいと思うし、インデックス投資とかもいいと思うんですけど、やっぱりその上げ幅がね、やっぱり、仮想通貨ってものすごいので、1ヶ月で10倍とか平気であるしね、1年で100倍とかね、全然あり得る世界なんで、株だけじゃなくて仮想通貨もやるっていうのが21世紀の投資の方法なのかなと、僕は思ってます。はい、ちなみにね、動画の説明欄にね、いつも僕のおすすめしている仮想通貨取引所を載せてますので、まだ仮想通貨投資あんまりやってないっていう人は、ぜひざっと見て、登録してみてください。今日の動画役に立ったって方は、ぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。僕毎日仮想通貨のチャート分析やってますので、僕を初めて見たっていう人は、ぜひチャンネル登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら、動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。入金方法は、他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨が購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になっています。しかも、バイナンスよりね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットをメインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤原の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。